皆さんこんにちは。今年も残りわずかとなりましたね。皆さん2023年はどんな年になりましたか？僕はこの YouTube チャンネルもそうですが、新しいことに挑戦したりと毎日が必死すぎてあっという間の1年になりました。今回は今年最後の投稿ということで、この2023年本当にたくさんのところに旅行へ行ったんですけれども、その中でも僕が特に思い出に残っている旅行先を思い出話とともに振り返っていこうかなと思います。年末でお忙しいところではあると思いますが、ぜひ最後まで見ていただければと思います。今回5カ所に絞って振り返っていきたいんですが、まずは海が大好きということで宮古島ですね。 YouTube を始めて一番最初に紹介したのが沖縄県なんですけど、撮影に行ったのは実は宮古島が最初でした。初めてということもありワクワクしながら、緊張感もありの撮影だったんですが、帰ってデータを確認してみると SD カードが入ってないという、ある意味思い出深いスタートとなりました。そんな中で誕生日に幼なじみが宮古島旅行をプレゼントしてくれて、 YouTube でも宮古島の紹介ができたので、いろいろな意味で僕の中ではすごく思い出に残っている場所です。本当に昔から海が大好きなので、もう一度宮古島に遊びに行きたいという思いもあるんですが、せっかくなら、来年以降は石垣島なんかも紹介できたらなと思っていますので、行くかどうかはまだ分かりませんけれども、楽しみに待っていただければと思います。2カ所目は三重県ですね。三重県は初めて旅行に行ったんですが、伊勢神宮をはじめかなり素敵な場所が多かったです。特に今映像にも映っておりますけれども、食べ歩きが好きな僕にとってはここおかげ横丁は最高でした。また YouTube を始めた当初は声を入れずにテロップだけだったんですが、この三重 Vlog から機材トラブルの関係で初めて声を入れることになりました。最初は声を入れることで編集の仕方も変わりますし、うまく喋れるのかなとすごく不安だったんですけれども、実際に声を入れてから少しずつ数字も伸びてきたりと、今ではあの機材トラブルがあってよかったなと思っています。3カ所目は京都ですね。京都は今年春とそして秋と2回行ったんですけれども、やっぱり日本でも人気観光地の一つなのでめちゃくちゃ良かったですね。詳しくは京都 Vlog の方で取り上げておりますので、そちらの動画を見ていただければと思います。秋の京都、いわゆるもみじなんですけれども、もみじを清水寺であったりですとか嵐山で見てみたいというのがずっと僕の中であったので、まず一つ秋の京都に行けたということが思い出に残っているのと、その旅行に行った際に晩ご飯を兼ねて、行ったお店でおばちゃんとめちゃくちゃ仲良くなって、今では京都のお母さんと呼んでいるんですけれども、そういった素敵な出会いがあったというのが僕の中ではかなり印象強く残っています。ただやっぱり春にいた時も秋にいた時もそうなんですけれども、人気観光地なのでめちゃくちゃ人が多いです。そこだけは皆さん気をつけて京都へ行ってください。次は4カ所目になるんですけれども、山口県ですね。ここで山口県かと意外だなと思われた方もいらっしゃるかと思いますけれども、山口県舐めたらいけません。めちゃくちゃいいところです。東から西まで本当にいろいろな観光地が揃っているので、僕はそれだけでもポイント高かったんですけれども、なんといっても歌ってみたこのシリーズが始まったきっかけっていうのがここ山口県での旅行だったので、今このチャンネル一番再生回数回ってるのが歌ってみたになるんですけれども、この旅行がなければおそらく歌ってみたなんてやってなかったと思いますので、
今レコーディングの様子なんかも映っておりますけれども、本当にいいきっかけをくれた、そんな場所なので、僕にとってはこれ山口県っていうのはめちゃくちゃ思い入れが深いと言いますか、思い出に残っている場所となりました。最後5カ所目が兵庫県となります。今映っているのが兵庫県の中でも淡路島という島になるんですが、この時からこれまでとは違った新企画ということでドル旅という企画を始めました。淡路島では、こうしてですね、自分で手料理を作る様子も初めて載せましたし、ドル旅ではなくて違う兵庫県の紹介をした時には初めて一人旅に行きました。今まで友達が付き添ってくれたりですとか、何かしらの形で2人以上で行けていたので、それが本当にありがたい話なんですけれども、これからは一人旅っていうのも増えると思いますので、どんどん慣れていかないといけない中で、初めての一人旅を兵庫県に行きました。普段一人でご飯を食べに行ったりとかっていうのが僕はなかなかないので、そういった意味では新しい世界観が見れたといいますか、新鮮な気持ちと恥ずかしい気持ちとが入り混じった、今では本当にいい思い出に残っている旅行ですね。今では歌ってみたの方が再生回数が増えている状況なんですけれども、初めてこのチャンネルで1000回再生を超えて、目に見える形で数字が伸びているなと実感できたのがここ兵庫県の紹介でした。そういった意味でもかなり兵庫県は僕の中では印象強いですし、もう一回遊びに行きたいなと思ってます。はい、ということでかなり駆け足で2023年実際に行った旅行先で僕が思い出深く残っているところを5カ所に絞って紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。本当にまだまだいろいろなところに行っておりますので、また動画暇な時でも振り返ってみていただければと思います。最後にこの1年を振り返ってみてなんですが、まず旅する病人ということで、僕は3つの病気と闘っていますが、大きな再発もなく目標であった週に1回の投稿を続けるということが無事達成できてよかったです。ただこれは自分一人の力では到底達成できないことで、今こうして動画を見てくださっている方やコメントをくださる方、応援してくださる方、皆さんのおかげで達成できたことです。大きな再発はなかったんですが、病気自体は悪化傾向にあって、いつ投稿が止まってしまうかも正直分かりません。そんな状況ではありますが、少なくとも今はできるわけですし、もともと病気があって仕事があって、それでも病気に負けたくないという思いからこの YouTube 活動を始めたので、必ずいい結果が出せるように2024年も試行錯誤しながら頑張ります。1年間本当にありがとうございました。2024年も応援よろしくお願いします。それでは良いお年を。